哲学の世界に、あたかも静謐な泉のように、しかしその水脈は深淵へと通じているかのような、独自の施策を切り開いた人物がいます。エドムント・フッサール、この名前は20世紀初頭に登場し、その後の哲学のあり方を根底から揺るがすことになる現象学という壮大な思想体系の創始者として、哲学史に燦然と輝いています。彼は数学者としての鋭い論理的思考と人間経験の深淵への飽くなき探求心を融合させ、科学としての哲学という、当時としては極めて野心的な目標を掲げました。フッサールが哲学の道へ足を踏み入れたのは、決して直線的なものではありませんでした。1859年、現在のチェコに位置するプロスニッツ、当時オーストリア帝国領に生を受けた彼は、幼少期から知的好奇心に満ちた少年でした。特に数学への深い関心は、彼をウィーン大学、そしてライプツィヒ大学へと導き、そこで彼は数学者として確固たる基礎を築き上げていきます。しかし、彼の知的な旅は、数字と数式だけでは満たされませんでした。数学の背後にある、あるいは数学を可能にしている、より根源的なものを探求したいという欲求が、次第に彼の心を捉えていったのです。この数学への情熱から、フッサールは次第に哲学、とりわけ論理学や認識論へと関心を移していきます。当時の哲学界は、経験論や合理論といった伝統的な枠組みが、新たな科学的発見や社会の変化の中で揺れ動いていました。フッサールは、こうした状況の中で、哲学がその権威と厳密性を失い、単なる思辨や心理主義に陥っているのではないかと危惧しました。彼は、自然科学がその精緻な方法論によって確固たる知識体系を築き上げていくのを見て、哲学こそがあらゆる学問の基礎となるべき厳密な科学として、その方法論を確立しなければならないと強く感じたのです。この厳密な科学としての哲学という志は、彼の生涯にわたる探求の原動力となりました。フッサールが哲学における自身の道を切り開く上で、初期の大きな影響を与えた人物の一人に、彼の師でもあったフランツ・ブレンターノがいます。ブレンターノは、哲学を記述的な心理学として捉え、意識現象の経験的分析を重視しました。特に彼が提唱した思考性、インテンショナリティの概念は、フッサールが現象学の中心に据えることになる、極めて重要な概念へと発展していきます。思考性とは、意識が常に何らかの対象へと向けられているという、意識の根本的な性質を指します。例えば、私たちが何かを見ているとき、それは単に視覚という機能が働いているだけでなく、その見ているという意識は、必ず見られている対象へと向かっています。フッサールは、このブレンターノの思考性という概念に、単なる心理的な現象を超えた、意識と世界の根源的な関係性を捉える鍵を見出したのです。フッサールは、この思考性という概念をさらに進化させ、現象学の核心に据えることで、哲学に新たな地平を切り開きました。しかし、この革命的な思想体系を確立するまでには、数々の葛藤と徹底的な方法論の探求が必要でした。彼は、従来の哲学が依拠してきた暗黙の前提や、無自覚のうちに抱きがちな先入観を徹底的に洗い出し、純粋な意識経験そのものに立ち返ろうと試みました。そのために彼が編み出したのが、後に現象学の代名詞ともなるエポケーと現象学的還元という画期的な方法論なのです。これらは我々が日常的に世界を理解している自然な態度から一旦距離を置き、意識に現れる現象そのものに純粋に向き合うための極めて精緻な道筋を与えてくれました。フッサールの哲学は単なる抽象的な理論にとどまらず、我々が世界をどのように経験し、意味づけているのかという最も根源的な問いに厳密かつ鮮烈な光を当てるものだったのです。フッサール現象学の探求は哲学という広大な領域にまるで透徹した光を投じるかのごとく、その方法論と革新概念を提示していきます。彼が目指した厳密な科学としての哲学とは一体どのようなものだったのでしょうか。その出発点は我々が日常的に世界と呼ぶもの、そしてその世界における自己の経験を
一切の先入観や理論的解釈を排して、ただ純粋に記述することにありました。フッサールにとって、哲学は単なる思辨や議論の応酬ではなく、経験そのもののエイドス、すなわち本質を誰の目にも明らかになるように描き出す、緻密な科学でなければなりませんでした。彼は、この現象学を、諸科学の科学あるいは第一哲学と位置づけ、あらゆる学問の基盤となるべきものと考えたのです。この壮大な企てを可能にするのが、現象学の最も中心的な概念である、思考性、インテンショナリティです。これは、フッサールがシブレンターノから受け継ぎ、さらに発展させた概念であり、意識の最も根本的な構造を指し示します。フッサールによれば、意識は決して孤立した内的な状態ではありません。それは常に何らかの対象へと向けられています。私はリンゴを考えている。私は昨日の出来事を思い出している。私はこの絵を見ている。といったあらゆる意識活動は、について、という関係性を持っています。このについて、という意識が常に何かに向かっている、という性質こそが思考性です。この思考性は、単に対象がある、ということ以上の意味を持ちます。フッサールは、思考性を意識が対象をどのように捉えるか、その様式や意味内容へとまで分析を深めました。彼は、この意識の活動をノエシス、ヌーシスと呼び、そして、そのノエシスによって捉えられた対象の意味内容や現れ方をノエマと名付けました。例えば、目の前にある赤いリンゴという経験において、ノエシスは知覚する、色を認識するといった行為にあたり、ノエマは赤く、丸く、甘いであろう、あの特定のリンゴという意味付けられた対象のあり方そのものとなります。このノエシスとノエマの連関こそが我々が世界を経験し、意味付ける根源的なメカニズムなのです。フッサールは、この思考性の分析を通じて、私たちが経験する世界は、単に外部に客観的に存在するものではなく、意識によって意味付けられ、構成されている側面があることを明らかにしようとしました。これは、主観と客観という、従来の哲学がしばしば対立させてきた二元論を乗り越えるための、極めて重要な一歩でした。意識が対象を思考し、意味付けることによって、初めて世界は我々にとって意味のあるものとして立ち現れるのです。しかし、この純粋な意識経験そのものに立ち返るためには、我々が普段無自覚のうちに抱いている世界についての数々の思い込みや理論的な枠組みから一旦距離を置く必要がありました。ここで登場するのが、現象学のもう一つの代名詞とも言える、エポケー、エポチェット、現象学的還元、フェノメノーギカ、リダクションです。エポケーとは、ギリシャ語で停止や判断保留を意味します。これは、私たちが世界を当然のこととして受け入れている自然な態度、つまり、世界は実在するあのものにはこの性質があるといった日常的な信念や科学的、形而上学的な理論的仮説、さらには個人の経験に基づく主観的な思い込みなどを一時的に括弧に入れることを指します。これは単に疑うことではなく、それらの信念や仮説が我々の経験にどのように影響を与えているのかを明らかにするための現象学的な研究のための扉を開く行為なのです。そして、このエポケーによって自然な態度を保留した上で、意識に現れる現象、それ自体に一切の先入観を排して純粋に立ち返り、その本質構造を把握しようとするプロセスが現象学的還元です。フッサールは、この還元を単に意識の表層をなぞるのではなく、意識が世界を意味付け、構成する根源的な働きへと遡るための段階的なプロセスとして捉えました。彼は、この還元を通じて、個別の経験から普遍的な本質、エイドスを把握する、構築的還元や、経験的な自己から純粋意識、超越論魔と自我へと遡る、超越論魔と還元といった、さらに深いレベルの分析へと進んでいきます。フッサールの哲学は、このように、思考性という意識の根源的な構造と、エポケー、還元という精緻な方法論を組み合わせることで、人間経験の謎に、他に類を見ない厳密さと深さで迫っていくのです。フッサール現象学の探求は、意識の深淵へと向かう旅を、
さらに進化させていきます。その度の革新には、常に対象を指し示す意識の固有の性質、すなわち思考性、インテンショナリティがあります。この概念は、フッサール哲学の屋台骨であり、彼が厳密な科学としての哲学を打ち立てるための最も強力な武器となりました。思考性とは、先述の通り、意識が常に何らかのについての意識であるという事実を指しますが、フッサールはこの単なる事実の指摘に止まらず、意識がどのようにして対象を経験し、意味づけるのかという、その根源的なメカニズムを解き明かそうとしました。フッサールによれば、私たちが経験する世界は、単に客観的に存在する事物の集合体ではありません。それは、意識の思考待ちな働きによって、意味づけられ、形作られた経験の世界、なのです。例えば、私たちが机を経験するとき、それは単に木材や金属といった物質の集まりとしてではなく、書くための、物を置くためのといった意味や機能を持った対象として立ち現れます。この意味付けのプロセスこそが思考性の働きであり、意識が世界と関わる根本的な様式なのです。フッサールはこの思考性の分析をノエシス、ヌーシスとノエマという2つの概念を用いてより精緻に行いました。ノエシスは意識の思考待ちな行為そのものを指します。それは知覚する、想起する、判断する、願う、恐れるといった意識が対象に対して行う様々な働きです。一方、ノエマはそのノエシスによって捉えられた思考対象の意味内容あるいは様態を指します。これは単に物理的な対象そのものではなく、意識がそれをどのように経験し、理解しているか、その意味付けられた対象のあり方です。例えば、あなたが目の前にある赤いリンゴを見ているとしましょう。この時、見るという行為がノエシスにあたります。そして、そのノエシスによって捉えられた赤く、丸く、甘そうなあの特定のリンゴという意味付けられた対象のあり方、その赤さや丸さといった様態を含んだ経験がノエマとなります。フッサールは、このノエシスとノエマの緊密な連関こそが、我々の意識経験の基本構造であり、思考性という性質が、この連関を可能にしていると主張しました。さらに、フッサールは、思考性という性質が、単に実在する事物のみに向けられるわけではないことを強調しました。私たちが空想するユニコーン、過去に経験した昨日の夕食、あるいは未来に願っていること、といった現実には存在しないもの、過去のもの、未来のものもまた、意識の思考性の対象となり得ます。つまり、意識は現実、想像、記憶、未来への希望など、あらゆる種類の対象へと向かうことができるのです。この対象の多様性に対しても、思考性は変わらず、意識がについてという関係性において対象を捉えるという、その根本的な性質を維持します。この思考性の概念は、フッサール哲学のあらゆる側面に深く関わっています。例えば、彼が提唱するエポケーと現象学的還元という方法論も、この思考性の分析を純粋に行うための道具と言えます。我々が日常的に世界を当然のこととして受け入れている自然な態度や個人の経験に基づく先入観などは思考性が対象を意味づける上でしばしば無自覚のうちに働いています。エポケーによってこれらの邪魔を一時的に排除し、現象学的還元によって純粋な思考的経験へと立ち返ることで意識がどのように対象を意味づけ、世界を構成しているのか、その根源的な働きを明らかにすることができるのです。フッサールは、この思考性という概念を深く掘り下げることで、単なる心理学的な現象の記述にとどまらず、意識がどのようにして世界というものを経験し、理解しているのかという哲学における最も根源的な問いに、決定的な光を当てることに成功しました。彼の思考性に関する分析は、その後の言語哲学、認識論、さらには認知科学や人工知能研究といった広範な分野にまで影響を与えることになります。意識が対象へと向かう、その動的な性質こそが、私たちが世界と意味ある関係を築くための最初の、そして最も根本的なステップだったのです。エドムント・フッサールが現象学という壮大な施策の旅において、
その到達点に近づくための最も画期的かつしばしば誤解されがちな方法論がエポケー、エポチェット、現象学的還元、フェノメノーギカ、リダクションです。これらは単なる哲学的なテクニックというよりも我々が世界を経験し、理解しているあり方を根底から問い直すための徹底した姿勢の転換を要求します。フッサールは哲学を厳密な科学とするためにこれまで無自覚のうちに依拠してきた我々の自然な態度から一旦距離を置くことを提案しました。では、その自然な態度とは一体何でしょうか。それは我々が日常的に世界を当然のこととして受け入れているありのままのあり方です。私たちは世界は客観的に存在し、そこには様々な事物があり、それらは物理法則に従って動いていると信じています。また、自分自身もまた、この世界に生きる一員であり、他者との関わりの中で生を営んでいると理解しています。科学的な理論や個人的な経験に基づく信念も、この自然な態度の中に含まれます。例えば、太陽は東から昇る、鉛筆は書くことができる、といった疑うことのない事実の認識、あるいは、このコーヒーは美味しい、あの映画は面白かった、といった個人的な判断も、すべてこの自然な態度の中で、疑うことなく受け入れられています。しかし、フッサールは、この自然な態度こそが、哲学的な探求を妨げる最大の障壁であると考えました。なぜなら、この自然な態度においては、我々は世界そのものや我々の意識の働きを本来の姿で直接的に捉えることができないからです。私たちはすでに解釈され意味づけられた世界をあたかもそれ自体が当然であるかのように受け入れてしまっているのです。そこでフッサールが提唱したのがエポケーです。エポケーとはギリシャ語で停止や判断保留を意味する言葉です。これは文字通り私たちが自然な態度において無批判に受け入れている世界に関するあらゆる信念や理論的仮説、個人的な思い込みなどを一時的に括弧に入れる、すなわち保留することを指します。これは決して懐疑主義とは異なります。懐疑主義があらゆる知識の確実性を疑い、最終的に何も確かなものはないと結論づけるのに対し、エポケーはそれらの信念や仮説を存在しないと断定するのではなく、それらが我々の意識にどのように現れ、そして我々の経験をどのように形作っているのかを純粋に観察するための準備段階なのです。例えば、世界は実在するという信念を括弧に入れるということは、世界が存在するかしないかを論じるのではなく、その世界が存在するという信念が我々の意識体験においてどのような意味を持ち、どのような影響を与えているのかを一旦保留して観察するということです。そして、このエポケーによって自然な態度を一時的に停止した上で、意識に直接現れる現象、フェナマナそのものに、一切の先入観や解釈を排して立ち返り、その本質構造を純粋に把握しようとするプロセスが、現象学的還元、フェノメノーギカ、リダクションです。フッサールは、この現象学的還元を単なる一つの段階ではなく、意識の根源へと遡るための複数の段階を経るプロセスとして捉えました。まず、最も基本的な段階として、構築的還元があります。これは、特定の個別の現象から、その普遍的な本質、エイドスを把握しようとする作業です。フッサールは、これを、可能的変形アイデティック、バリエーションという手法を用いて行いました。これは、ある現象を様々な可能性において変形させていき、その中で本質的に変化しない要素、すなわち、エイドスを特定していく作業です。例えば、椅子のエイドスを捉えるために、様々な形、素材、色の椅子を想像、変形させていき、それでもなお座るという機能や人を教えるという目的といった本質的な要素が失われないものを特定していくのです。さらに深いレベルの還元として、超越論的還元があります。これは、我々が普段自己と認識している経験的な自己、心理的自我を一時的に中断し、より根源的な純粋意識、あるいは超越論魔と自我へと遡るプロセスです。この超越論的自我は、
単なる心理的な存在ではなく、世界を意味づけ、構成する根源的な主観性を指します。フッサールは、この超越論的還元を通じて、意識がどのようにして客観的な世界を経験し、意味づけ、構成するのかという、その最も根源的な働きを明らかにしようとしました。現象学的還元は、単に意識の表面をなぞるのではなく、意識が世界を経験し、意味づけるための、その最も深い構造へと遡るための、極めて精緻で厳密な方法論なのです。フッサールは、このエポケーと現象学的還元という方法論こそが、哲学を厳密な科学、たらしめるための鍵であると確信していました。それは、我々が世界をどのように経験し、理解しているのかという、最も根源的な問いに、他に類を見ない透明性と明確さで答えるための、強力な道筋を与えてくれたのです。エドムント・フッサールという一人の哲学者が、20世紀初頭、哲学の世界に静かなる革命をもたらしました。それは、我々が経験する世界のあり方を根源から問い直し、その現象、そのものに立ち返ろうとする壮大な試みでした。フッサールの現象学は、単なる知識の集積ではなく、哲学を厳密な学へと昇華させようとする情熱的な探求であり、その影響は後世に計り知れない広がりを見せています。特に、彼の提唱した超越論魔と哲学としての現象学は、我々の意識がどのように世界を経験し、意味づけるのかという、最も根源的な問いに挑むものでした。フッサールが現象学の探求を始めた動機は、当時の哲学が経験という最も身近な事柄でさえ、その真の姿を見失っているという焦燥感からでした。数学や論理学といった厳密な学問は発展していたものの、それらの基盤となるはずの経験や意識そのものについては、曖昧で、しばしば形事上学的な憶測に委ねられていたのです。フッサールは、哲学が再び確固たる基盤の上に立つためには、あらゆる理論や仮説を括弧に入れ、まずは現象、すなわち我々の意識に現れるありのままの経験に忠実に向き合う必要があると考えました。この事象そのものへという呼びかけは、単なるスローガンではなく、現象学という新たな哲学の地平を切り開くための揺るぎない決意表明でした。彼の哲学の根幹をなすのは、思考性、インテンショナリティという概念です。これは、意識が決して孤立した空虚なものではなく、常に何らかの対象に向けられているという性質を指します。我々が何かを見ているとき、それは単に見ているという行為そのものではなく、あの青い空や目の前にある机といった具体的な対象に向けられた見方です。思考も記憶も想像もすべては何らかの対象を思考しています。この思考性が意識と世界の間の橋渡しとなり、我々が世界を経験し、理解するための基盤となるとフッサールは考えました。思考性を徹底的に追求することで、フッサールは個別の心理学的経験の背後にある、より普遍的で超越的な意識の構造へと到達しようとしたのです。この超越論的な次元に到達するための鍵となるのが、現象学的還元、エポチェという方法論です。これは我々が日常的に世界を当然のこととして受け入れている自然な態度を一時停止させるプロセスを意味します。例えば、目の前にリンゴがあるとき、我々はそれが実在する物質であり、栄養価があるといった様々な前提知識や判断を無意識のうちに抱いています。現象学的還元では、こうした判断や信念を一時的に括弧に入れるブラケッティングのです。これにより、我々の意識に直接現れるリンゴという経験そのものに純粋な形で向き合うことが可能になります。それは、まるで舞台の照明を消し、劇そのものだけを見るような作業です。この還元作業を通じて、フッサールは経験の本質的な構造、つまりエッセンスを先入観や理論的枠組みにとらわれることなく、直接的に捉えようとしました。しかし、この現象学的還元は単なる心理学的な懐疑主義ではありません。フッサールにとって、それはむしろ意識の最も根源的な働き、すなわち世界を意味づけ、構成する超越論魔と構造を明らかにするための積極的な方法でした。彼は
この還元を通じて、超越論魔と現象学という新たな学問領域を確立しました。これは、我々の経験の背後にある意識の普遍的な構造を探求するものであり、カントの超越論魔と哲学に触発されつつも、それをさらに一歩進め、意識そのものの構成的な力を解明しようとするものでした。フッサールは、この超越論魔と構造の探求こそが、哲学を真に厳密な学へと導く道であると確信していたのです。フッサールの現象学における超越論的哲学としての性格は、彼がエイドエティック変容、アイデティック、バリエーションと本質観想、ウェゼンゼシャオという手法を通じて、個別の経験から普遍的な本質へと至ろうとした点により鮮明に現れます。現象学的還元によって日常的な信念を括弧に入れた後、我々は個別の事象や経験に直面します。ここでエイドエティック変容の出番となります。これは、ある経験の対象や要素を様々な形で想像待ちに変えてみる作業です。例えば、リンゴという経験を例にとりましょう。我々はリンゴの色を赤から緑に変えたり、形を丸から楕円に変えたり、あるいはリンゴそのものを全く別の果物、例えばオレンジに想像待てに置き換えてみたりします。この想像待てな変容の過程で、我々はある対象や経験において、その本質をなすものとそうでないものを区別するようになります。例えば、リンゴの色が赤であろうと緑であろうと、あるいは形が丸であろうと楕円であろうと、それはリンゴという経験の本質的な部分ではありません。しかし、果物であるという性質や木から実るという性質は、リンゴの本質をなす部分と言えるでしょう。このように、エイドエティック変容とは、個別の例から、その対象をその対象たらしめている普遍的なエッセンスを抽出するための一種の思考実験なのです。そして、このエイドエティック変容の先に待っているのが、本質観想、ウェゼンゼシャオです。これは、理性的な推論や論証を経るのではなく、直感的に、直接的に、その対象の本質を見ることを意味します。それは、ある概念や経験の本質が、あたかも目の前に現れるかのように、明確で、必然的なものとして把握される瞬間です。例えば、正義という概念について、様々な具体的な事例や理論を検討する中で、最終的に正義という言葉が意味するところの、その普遍的で変更不可能な本質を直感的に理解するようなものです。フッサールにとって、この本質観想は、哲学が確固たる基礎を持つための決定的な方法でした。なぜなら、それは単なる意見の相違や解釈の多様性を超えた普遍的で、誰にとっても妥当な真理を捉えることを可能にするからです。現象学は、こうした本質観想を通じて、個別の心理学的現象から、意識の超越論魔と構造、さらには世界の存在論的構造に至るまで、あらゆるものの本質を明らかにしようとしました。それは、哲学を単なる思辨的な営みから、科学のように客観的で確実な知識を目指すものへと変貌させる試みでした。しかし、フッサールは、この本質観想が単に個人的な主観の産物ではないことを強調しました。それは、現象学的還元という厳密な方法論に導かれ、エイドエティック変容という思考実験によって磨かれた超越論魔と主観性における見方なのです。この見方を通して、我々は単なる事実の羅列からそれらの事実を可能にする意味や構造へと到達することができます。フッサールは、この本質観想こそが経験の永遠の真理に到達するための鍵であると考えました。このように、エイドエティック変容と本質観想は、フッサールの超越論魔と現象学において、個別の経験を普遍的な知へと橋渡しする、極めて重要な役割を果たしました。それらは、我々が単なる偶然の経験の断片にとどまることなく、経験の背後にある、より深く、より普遍的な真理へと到達するための、現象学的な道筋を示していたのです。フッサールは、この方法論こそが、哲学をあらゆる学問の根源的基盤となる、厳密な学へと押し上げる原動力であると信じていました。フッサールの現象学の探求は、晩年に至るにつれて、
さらに深遠な次元、すなわち生活世界、レーベンズウェルトへとその焦点を移していきました。これは彼がそれまで追求してきた抽象的で超越論的な意識の構造から我々が日常的にごく自然に生きている、より根源的な経験の世界へと立ち返ることを意味します。生活世界とは科学や理論といった高度な思辨活動よりもはるかに先行する我々が世界を当たり前のものとして経験し意味づけている原初的な、そして慣主観的な経験の場なのです。フッサールは近代科学が発展するにつれて我々の経験の根幹をなすこの生活世界が次第に忘れ去られ、その重要性が見失われていることに危機感を抱いていました。科学は自然現象を客観的に記述し、法則を見出すことに成功しましたが、その科学的知識が我々が実際に世界を経験し、生きていく上での根本的な意味や根拠を必ずしも保証するものではないと考えたのです。例えば、物理学は原子の構造を詳細に解明できますが、それが我々がリンゴという言葉に込める甘さや食感といった日々の経験における意味を直接的に説明するわけではありません。科学は生活世界をモデル化し、抽象化することで成り立っていますが、その過程で生活世界そのものが持つ生きた経験としての豊かさや根源的な意味が失われてしまう危険性があったのです。フッサールが生活世界という概念を提唱したのは、まさにこの失われつつある根源的な経験の場を現象学の方法論によって再び照らし出し、その重要性を再認識するためでした。生活世界は我々が単独で経験するものではなく、常に他者との関わりの中で共有されるものです。我々は言葉を使い、互いの意図を理解し合い、共通の文化や習慣の中で生きています。このような慣主観性こそが生活世界の根源的な特徴であり、我々が世界を共有可能なものとして経験できる理由なのです。フッサールは、この生活世界こそが、あらゆる科学や哲学の揺るぎない、そして最も根源的な基盤であると主張しました。科学は、この生活世界に根ざしているからこそ、意味を持ち、我々がそれを信頼できるのです。フッサールは、この生活世界の解明を通じて、近代科学が直面している危機を乗り越え、科学をその本来あるべき生活世界に根ざした、より人間的な基盤へと再構築することを試みました。それは単なる科学批判ではありません。むしろ科学をその根源的な意味において、より豊かで、より確かなものへと導くための現象学的な再基盤感の試みでした。生活世界への回帰は、フッサールが哲学の最終的な到達点として見出した、最も深遠な洞察の一つと言えるでしょう。それは、我々が抽象的な理論の迷宮に迷い込むのではなく、我々自身の最も身近で最も確かな経験の場に立ち返り、そこから世界の真の姿を理解しようとする壮大な思想の帰結でした。フッサール現象学における他者性、インターサジェクティティと共感、エンパシーの概念は、我々がどのようにして自分以外の存在を理解し、世界を共有されたものとして経験するのかという根源的な問いに光を当てます。フッサールは現象学的還元によって、まず第一に我々自身の意識、すなわち超越論魔と主観性に焦点を当てました。しかし、彼はこの主観性が孤立したものではなく、常に他者との関わりの中で存在するものであることを深く認識していました。我々が私として世界を経験するとき、そこには常に見えないあなたの存在が、あるいは彼らという存在が影のようにつきまとっているのです。フッサールはこの他者性の問題を現象学の最も困難な課題の一つと捉えていました。なぜなら我々は他者の内面、すなわち彼らが何を考え、何を感じているのかを直接的に経験することはできないからです。他者の意識は私にとって決して私の意識と同じようには与えられません。それは常に他者として私から隔てられています。この隔たりをどのようにして克服し他者を理解することができるのか。これがフッサールが他者問題と呼んだ現象学における中心的な問いでした。
フッサールは、この他者性の問題を解決するために、共感、エンパシーという概念を重視しました。ここで言う共感は、単に感情を共有するという意味合いにとどまりません。フッサールにとって、共感とは、他者の経験を、あたかも自分自身の経験であるかのように、類推する、より根源的なプロセスです。私が他者の身体を見るとき、私は、その身体が、私自身の身体と同じように、感覚や運動の源泉であることを類推します。そして、その他者の身体的な経験から、さらにその内面的な経験、すなわち彼らが何を見、何を感じ、何を考えているのかを類推的に理解しようとします。この類推的な共感のプロセスを通じて、我々は他者を単なるものとしてではなく、自分と同様の意識を持つ主体として認識するようになります。フッサールは、この共感こそが我々が生活世界において他者と意味を共有し、互いを理解するための最も基本的なメカニズムであると考えました。我々がリンゴという言葉に同じ意味を見出し、その経験を共有できるのは、我々がお互いの思考性を共感を通じて類推的に理解しているからに他なりません。フッサールは、この他者性の探求が単なる心理学的な関心にとどまらず、超越論的な次元にまで及ぶことを示唆しました。我々が経験する世界の客観性、すなわち、誰にとっても共通の現実として経験される世界は、この主観的な共感に基づいた理解なしには成り立ち得ないからです。フッサールは、超越論的な他者、トランスデンデンタ。アザーズの存在が我々が経験する世界の意味や客観性を構成する上で不可欠な要素であると結論付けています。彼は、感主観性を絶対的な意味を持つ歴史的な、絶対的に伝達可能な主観性であると捉えました。このように、フッサールの現象学における他者性と共感の探求は、我々が単独で世界を経験するのではなく、常に他者との関係性の中で、世界を理解し、共有しているという人間存在の根源的な側面を浮き彫りにしました。それは、個人主義的な哲学の限界を指摘し、我々の経験が他者との相互作用という、より広範な基盤の上に成り立っていることを示唆する、極めて重要な洞察でした。フッサールは、この主観的な次元の解明こそが、現象学が哲学の基礎となる、厳密な学へと到達するための不可欠な道筋であると考えたのです。エドムント・フッサールの哲学は、20世紀初頭、科学主義が隆盛を極める中で、哲学そのものの根源を見つめ直し、それを厳密な学問として再確立しようとする壮大な企てでした。カント以来の超越論魔と哲学の伝統に深く根ざしながらも、フッサールは独自の道を切り開き、意識と世界の在り方を根本から問い直しました。当時の哲学界は事実を観察し、そこから法則を見出す経験科学、特に心理学が学問の理想とされる傾向にありました。しかし、フッサールはこの新哲学、サイクキスム、すなわち哲学を心理学に還元しようとする考え方に断固として反対しました。彼は、哲学が個々の心理現象に還元されてしまうならば、それは普遍的な真理を探求する学問としての資格を失ってしまうと考えたのです。フッサールにとって、哲学はあらゆる経験科学の基盤となるべきものであり、それ自体が揺るぎない基礎を持つ厳密な学問でなければなりませんでした。この哲学を厳密な学問として確立するために、フッサールは事物そのものへ、図伝察図、セルフストというモットーを掲げました。これは私たちが普段当たり前のように受け入れている世界や、そこにある事柄について、それらが私たちの意識にどのように現れているのか、その現象、そのものに立ち返って考察することを意味します。単に何があるかということだけでなく、どのようにそれがあるように経験されるかという点に焦点を当てるのです。フッサールは私たちが直接的に経験する現象、例えば知覚、想像、思考、感情といった意識の働きそのものこそが哲学の出発点であると考えました。それは私たちが世界をどのように理解し、意味づけているのかという意識の構造そのものへの深い洞察を求めるものでした。フッサールが
この現象に迫るために用いた中心的な方法論が、超越論的還元、トランスデンデンタリダクションです。これは、私たちが日常生活で抱いている自然な世界観や、そこに関する様々な思い込み、つまり、自然な態度、ナチュラル。アティチュードと呼ばれるものを、一時的に停止させる作業です。例えば、目の前にある机が実在すると信じているという、ごく自然な思い込みを保留するのです。このエポケー、エポチェと呼ばれる判断停止の操作を通して、フッサールは、意識が世界や対象をどのように構成しているのか、その根源的な働きを明らかにしようとしました。この構成という概念は、フッサール現象学の核心をなすものであり、意識が単に受動的に世界を受け取るのではなく、能動的に世界を意味づけ、形作っているという考え方を示しています。フッサールは、意識の最も根本的な特徴として、思考性、インテンショナリティを挙げました。これは、意識が常に何らかのものについての意識であるという性質です。私たちの意識は、決して空虚なものではなく、常に特定の対象、例えばこの本、あの考え、過去の出来事などに向かっています。この意識と対象との間に存在する、常に方向づけられた関係性こそが思考性であり、フッサールはこの思考性の分析を通して、意識の構造と、それがどのようにして世界との関わりを持つのかを解明しようとしました。思考性は、科学、言語、心理学など、あらゆる人間活動の根底にあると考えられ、その理解は、哲学のみならず、広範な学問分野に影響を与えるものでした。フッサールは、この超越論的還元という作業を通して、純粋な意識の根底に、超越論的自我、トランスデンデンタ、エゴを乱しました。これは、単なる個人の心理的な自我ではなく、あらゆる経験を可能にし、世界を意味づける根源的な主体としての自我です。この超越論的自我は、カントの哲学における超越論的統括にも通じるものであり、フッサールはこの自我を、科学の厳密な基礎を保証する究極的な源泉と捉えました。しかし、フッサールは、この超越論的自我が孤立したものではないことも深く認識していました。彼の思想は、次第に他者性、インターサジェクティティと生活世界、レーベンズウェルトへとその射程を広げていくことになります。フッサール現象学の思想は、20世紀初頭のドイツという哲学における極めて豊穣な土壌から生まれました。当時のドイツ哲学は、カント以来の観念論の伝統が色濃く残る一方で、実証主義や科学主義といった新しい潮流も台頭しており、哲学のあり方そのものが問われる時代でした。フッサールは、このような時代背景の中で、哲学を心理学のような経験科学に埋没させるのではなく、それを普遍的かつ厳密な学問として確立することを目指しました。彼の出発点となったのは、デカルトの我思う、故に我あり、という懐疑的な政策でした。デカルトが自己の存在を確実なものとして出発したように、フッサールもまた、確実な認識の基盤を探求する中で、意識そのものに注目しました。フッサールは、初期の著作である論理学研究において、当時の哲学界で有力だった新哲学を鋭く批判しました。新哲学は、論理や意味といった普遍的なものを、個々の心理的なプロセスに還元して説明しようとしました。しかし、フッサールは、論理法則や意味の普遍性は、個人の心理状態に依存するものではなく、それ自体として独立した、客観的な構造を持つと考えました。彼は、心理学的な説明では捉えきれない意味の普遍的な構造や、事物そのものが意識に現れるあり方を詳細に分析しました。この分析を通して、フッサールは、思考性、インテンショナリティという現象学の中心概念を明確にしました。意識は常に何かに向かっており、その何かに向かっているという思考的な構造こそが意識の本質であると彼は主張しました。フッサールがイデーン相手で提示した超越論的現象学は彼の哲学の核心をなすものでした。ここで彼は私たちが世界を経験する際の自然な態度を停止させるエポケー、エポチェという方法論を導入しました。これは単に会議することではなく、私たちの日常的な信念や世界観を一時的に
括弧に入れることで、意識の純粋な働き、すなわち、純粋意識に到達しようとする試みです。このエポケーを通して、フッサールは、私たちが経験する世界のあり方が、私たちの意識によってどのように構成されているのかを明らかにしようとしました。それは、対象が単に外部に存在し、私たちがそれをただ受け取るという受動的な見方から脱却し、意識が能動的に世界を意味づけ、意味を与えているという能動的な見方を提示するものでした。この超越論魔と還元という操作によって、フッサールは経験の根底にある超越論魔と自我、トランスデンデンタ、エゴに到達しました。この自我は個人の経験を超えた普遍的な意味での自我であり、あらゆる経験を可能にする基盤となります。フッサールはこの超越論的自我をドイツ観念論の系譜にあるものとして位置づけつつも、より厳密で科学的な探求の対象としました。彼の目的は、この超越論的自我の構造を明らかにすることで、あらゆる経験、あらゆる知識の確実な基盤を確立することにありました。それは、科学の根拠が揺らぎ、哲学の権威が低下しつつあった時代において、哲学を再び確固たる学問として再興させるための壮大な計画でした。フッサールは、デカルト的生殺において、デカルトの懐疑主義を反としつつ、それを現象学的な観点から展開しました。彼は、デカルトのように、我思う、故に我あり、という確証から出発し、そこから純粋意識の構造、そして世界がどのように意識によって構成されるのかを詳細に論じました。特に、彼は、構成、カンスティューションという概念を重視しました。これは、対象が単に外部に存在するのではなく、意識の働きによって意味づけられ、その経験的現実性を獲得していくプロセスを指します。例えば、私たちが机という対象を経験するとき、それは単に木材や金属の塊を受け取っているのではなく、私たちの意識が、それらを机という統一された意味を持つものとして構成しているのです。この構成のプロセスを分析することで、フッサールは、客観的な世界の経験が、いかにして主観的な意識の働きに依存しているのかを明らかにしようとしました。フッサールの現象学は、単なる抽象的な思辨にとどまるものではありませんでした。彼は、この超越論的現象学を通して、科学の危機を克服し、ヨーロッパ文化の根源を再建しようとしました。当時のヨーロッパは、第一次世界大戦を経て、科学万能主義への懐疑や、文化的なアイデンティティの喪失といった深刻な危機に直面していました。フッサールは、この危機が科学がその根源的な基盤、すなわち生活世界、レーベンズウェルトからの乖離によって生じていると考えました。彼は、科学が私たちが日常的に経験し、暗黙のうちに共有している生きた世界、つまり生活世界から切り離され、抽象的な理論や数式の世界に閉じこもってしまったことが、その危機を招いたと主張しました。フッサールの目指したのは、この生活世界に根ざした、より人間的な、より意味のある科学へと回帰することでした。フッサールの現象学は、その後の哲学界に計り知れない影響を与えました。彼の思想は、単に専門的な哲学者たちの間で議論されるにとどまらず、実存主義、解釈学、現象学的心理学、さらには社会学や芸術批評といった広範な分野にまで波及しました。特に彼の弟子でありながら、後に独自の哲学を展開したマルティン・ハイデガーとの関係は、現象学の歴史において極めて重要です。ハイデガーは、フッサールの超越論魔と現象学を受け継ぎつつも、現存在、ダーザインという概念を通して、人間存在そのものの根源的なあり方を問い直しました。彼は、フッサールが追求した純粋意識や超越論的自我といった抽象的な概念から離れ、私たちが世界の中に投げ込まれ、常に死に向かって存在しているという、より生踊り自粛、具体的な人間存在のあり方に焦点を当てました。ハイデガーは、フッサールの超越論魔と還元を批判的に継承し、それを存在論的還元へと発展させ、存在そのものの意味を問うようになりました。フッサールの影響は、フランスの哲学者ジャン・ポール・サルトルにも及んでいます。サルトルは、フッサールの思考性の概念を
自身の実存主義、哲学の土台の一つとしました。サルトルにとって人間は自由であり、その自由とは常に何かを選択し、自己を形成していく実存そのものなのです。彼はフッサールの現象学が意識の構造、特に意識が対象に向かう思考的なあり方を分析したことに着目し、その分析を人間の存在論的な条件、すなわち実存のあり方に適用しました。サルトルはフッサールの超越論魔と現象学が人間の自由な実存を十分に捉えきれていないと考え、意識は自己自身に還元されるのではなく、常に自己を超えて世界へと向かっていく無我の力を持つと主張しました。彼はフッサールが生活世界で提示した日常的な経験の世界における人間のあり方をより具体的な形で論じることになりました。フッサールの現象学はこれらの皇族の哲学者たちによってそれぞれの関心や時代背景に合わせて多様に解釈され発展させられました。例えばモリス・メルロポンティはフッサールの思考性や構成の概念を身体の現象学へと展開させました。彼は意識が単なる精神的なものではなく、身体を通して世界と関わることを強調し、私たちの身体こそが世界を経験し、意味づける根源的な主体であると論じました。また、ハンス・ゲルト・ガダマーは、フッサールの現象学の成果を自身の解釈学へと発展させました。彼は、歴史や文化といった過去から受け継がれてきたものとの対話を通して意味が生成されるプロセスを解明し、フッサールが探求した意味の構造をより歴史的、文化的な文脈の中で捉え直しました。フッサールがデカルト的生殺で展開した超越論魔と観念論の立場は彼の哲学の根幹をなすものでした。ここで彼はデカルトが我思う、故に我ありという確証から出発したように、自己の意識から出発し、そこから外部世界や他者の存在がどのように構成されるのかを考察しました。フッサールにとって客観的な世界は単に独立して存在するものではなく、私たちの意識、特に超越論魔と自我によって意味づけられ、構成されるものなのです。しかし、フッサールはこの構成が単なる個人的なファンタジーではなく、普遍的な構造を持つと考えました。彼は私たちが共有する生活世界という共通の経験基盤があるからこそ、科学的な客観性や他者との相互理解が可能になると論じました。フッサールの生涯を通じて、彼の現象学は当初の超越論魔と現象学から晩年の生活世界への注目へと、その焦点が移り変わっていきました。彼は学問的な概念の追求だけでなく、科学がその根拠を失い、ヨーロッパ文化が危機に瀕している状況を深く憂慮していました。フッサールは、ヨーロッパ諸科学の危機と超越論的現象学という著作で、この危機を克服するための道筋として、科学の根源にある生活世界への回帰を訴えました。彼は、科学が私たちが日々生きている暗黙のうちに共有されている生きた経験の世界から離れてしまったことが、その意義を失わせ、危機を招いたと考えたのです。フッサールの晩年の思想は、現象学が単なる哲学的な理論にとどまらず、現実社会や文化の課題に対峙するものであったことを示しています。エドムント・フッサールの現象学は、20世紀の哲学に革命的な影響を与えただけでなく、その後の学問分野の発展にも多岐にわたる貢献をしています。特に、心理学、認知科学、社会学、さらには芸術学や文学理論といった分野において、フッサールの概念や方法論は新しい研究の地平を開きました。現代の学問において、フッサール現象学の応用事例は数多く見られます。例えば、心理学の分野では人間の主観的な経験、つまりどのように感じ、どのように世界を認識しているのかという点に焦点を当てる研究が増加しました。これは従来の行動主義的なアプローチや単に神経科学的なメカニズムを解明しようとする試みとは異なり、人間の内面的な経験の豊かさと複雑さを直接的に探求するものです。認知科学の分野では、フッサールの思考性や構成といった概念が人間の情報処理メカニズムや
意識がどのようにして意味を生成するのかを理解するための重要な手がかりとなっています。人間の脳がどのようにして外界からの感覚情報を受け取り、それを意味ある知覚や思考へと変換していくのか、そのプロセスを解明する上で、フッサールが分析した意識の思考的な構造は非常に示唆に富んでいます。また、フッサールが提唱した生活世界、レーベンズウェルトという概念は、AI 研究における常識や文脈理解といった課題に取り組む上で重要な示唆を与えています。私たちが日常的に当たり前のように共有している暗黙の了解や背景知識こそが人工知能が人間のように自然なコミュニケーションや判断を行うために不可欠な要素であり、その源泉をフッサールは生活世界として提示したのです。社会学の分野では、アルフレッド・シュッツのような現象学者たちが、フッサールの思想を社会現象の理解に応用しました。シュッツは、フッサールの生活世界の概念を私たちが他者と共有する日常的世界として捉え、その中で人々がどのように意味を共有し、相互理解を築いていくのかを分析しました。これは、社会学におけるシンボリック相互作用論など主観的な意味の生成や社会的な現実の構築といったテーマの研究に大きな影響を与えました。フッサールが他者性、インターサジェクティティの重要性を強調したことは、社会学が個人だけでなく人々が相互に作用し合い、社会的な関係性を築いていくプロセスを理解する上で不可欠な視点を提供しました。芸術学や文学理論においても、フッサールの現象学は作品の需要や芸術的経験のあり方を理解するための有効なツールとなっています。芸術作品、例えば絵画や音楽、文学作品といったものが鑑賞者や読者にとってどのように意味を持ち、どのような経験をもたらすのか、そのプロセスを分析する上で、フッサールが提唱した構成や現象といった概念は、作品と受容者の間に生じる意味の生成過程を解明するのに役立ちます。芸術作品は単なる物質的な存在ではなく、鑑賞者の意識において意味づけられ、体験される現象であり、その意味づけのプロセスを分析することで、芸術作品の持つ豊かさや深みがより深く理解できるようになります。フッサール現象学の現代的応用は、これらの分野にとどまりません。例えば、人間工学やデザインの分野では、ユーザーが製品やサービスをどのように経験し、どのようにそれらとインタラクションするのかを理解するために、現象学的なアプローチが用いられています。ユーザー中心のデザイン、UCD においては、単に機能性や効率性だけでなく、ユーザーがその製品やサービスを通じてどのような経験をするのか、その主観的な体験を理解することが極めて重要であり、フッサールの現象学は、そのための深い洞察を提供します。フッサールが晩年に強調した生活世界という概念は、現代社会における多くの課題、例えば環境問題、情報化社会の急速な進展、グローバル化に伴う文化の混交といった問題に対する哲学的な考察の基盤ともなり得ます。科学技術の進歩が著しい現代において、私たちはその恩恵を受ける一方で、それが私たちの性の実感や人間的なつながりを希薄にさせているのではないかという懸念も抱いています。フッサールが提起した科学とその根源である生活世界との関係性の問題は、現代においてもなお我々が深く問い直さなければならないテーマであり続けているのです。フッサール現象学は単なる過去の哲学史上の遺産ではなく、現代社会が抱える問題に対峙し、より人間的で意味のある未来を築くための生きた思想として、今なおその輝きを放っています。エドムント・フッサールによって創始された現象学は、哲学の領域に革新をもたらし、意識の構造と経験の本質を探求する壮大な試みでした。その思想は、単に哲学史の1ページにとどまらず、現代思想、さらには人間理解のあり方そのものに深い影響を与え続けています。フッサール現象学の革新は、私たちが世界をどのように経験し、意味づけるのかという根本的な問いに、徹底した哲学的な探求をもって答えようとした点にあります。それは、科学が客観的な事実の解明に邁進する一方で、その事実を経験し、意味づける生きた主体、
すなわち私たちの意識の働きそのものを見失ってしまうという、当時の知的状況への反省から出発しました。フッサールは、科学がその基盤とする生活世界こそが、すべての経験と知識の根源であると考えました。しかし、科学はしばしば、この根源的な生活世界から離れ、抽象化された概念や数理的なモデルに没頭し、その結果、本来の生きた経験との乖離を生じさせていました。フッサールはこの状態を科学の危機と呼び、現象学という新たな哲学的方法論を提唱することで、この危機を克服し、確実な知識の基盤を再構築しようと試みたのです。彼の哲学は単なる思弁的な構築物ではなく、むしろ私たちの現実の経験に根ざし、その経験の構造を根底から解明しようとする、極めて実践的な営みでもありました。超越論的哲学という枠組みの中で、フッサールは意識がどのようにして世界を捉え、意味を与えるのか、その構造を明らかにするために、現象学的還元という得意な方法論を導入しました。これは、私たちが普段疑うことなく前提としている外界の存在や、日常的な信念、さらには科学的な理論までもう一旦、判断保留、エポケー、することによって、純粋な意識の経験そのものへと立ち返ろうとする試みです。あたかも、舞台の幕が下り、役者たちが衣装を脱ぎ捨て、本来の自分自身として舞台裏に立つようなものです。このエポケーによって、私たちは世界を自然な態度で受け取るのではなく、意識の働きそのものに焦点を当て、その本質を捉えようとします。この現象学的還元を通じて、フッサールが到達した中心的な概念の一つが、意図性です。意識は常に何者かについての意識であるというこの見解は、現象学の根幹をなすものです。私たちの意識は空虚な容器ではなく、常に特定の対象に向かって開かれており、その対象を思考することによって意味を生成します。例えば、リンゴを意識するということは、単に頭の中にリンゴという言葉やイメージがあるということだけではありません。それは、そのリンゴの形、色、匂い、さらにはそのリンゴにまつわる過去の記憶など、様々な側面を含んだ豊かでダイナミックな経験の総体なのです。この意図性という概念は、意識がどのようにして外界と結びつき、世界を経験するのかという哲学における長年の謎に新たな光を当てるものでした。フッサールは、この意図性の構造をさらに深く掘り下げるために、エイドティック、本質的、還元という手法も用いました。これは、個別の経験から、その経験に共通する普遍的な本質、つまり、エイドスを抽出する作業です。例えば、様々な犬の経験から、犬であることの本質的な特徴を捉えようとします。これは、単なる類別ではなく、あらゆる個別具体的な事例を超えて、その事物のあり方そのものを洞察しようとする試みです。このエイドティック還元を通じて、フッサールは、経験の根底にある普遍的な意味構造を明らかにしようとしました。フッサール現象学の探求は、単に理論的な構築にとどまらず、私たちの生活世界という、より具体的で生きた経験の領域へと、その焦点を移していきます。生活世界とは、私たちが直接的に、そして無意識のうちに経験している、社会的な文脈、文化的な伝統、そして共有された常識に満ちた世界のことです。科学や哲学が抽象化し、見失いがちな、この生きた経験の基盤こそが、すべての知識の出発点であり、また、それらの知識が意味を持つための土台であると、フッサールは主張しました。この生活世界の概念は、後の世代の現象学者たち、特にハイデガーやサルトルといった哲学者たちに大きな影響を与え、彼らの哲学においても中心的な役割を果たすことになります。この生活世界という概念は、私たちが世界をどのように生きているのか、その日常的な経験の様相を捉えようとするものです。そこには、科学的な客観性や論理的な整合性といった基準よりも、むしろ、共同体の中で共有される価値観、文化的な意味合い、そして感情的な共感が深く根ざしています。フッサールは、この生活世界こそが、科学的知識もまた成立するための、そしてその意味を理解するための、究極的な基盤であると看破しました。
彼は科学がしばしば傲慢にも生活世界を単なる非科学的なものとして退け、自らの抽象的な理論体系こそが真実の探求であるかのように振る舞うことに対し、警鐘を鳴らしました。さらに、フッサール現象学の探求は、他者性という哲学における最も根源的な問題の一つにも及びます。私の意識は私自身の経験に閉ざされているのではないか、という自己中心的な疑念、すなわち超越論魔と単視論に陥る危険性に対し、フッサールは他者の経験をどのように理解し、共有できるのかという問いを立てました。この問題は、共感や相互理解といった人間関係の基盤に関わるものです。フッサールは他者の身体や表情、言葉を通じて、その内的な意識を類推することによって他者性を理解する可能性を探りました。これは単に知的な推論ではなく、むしろ他者との直接的な関わりの中で生まれる、より根源的な理解のプロセスを指しています。フッサール現象学の広範な影響は、その後の哲学だけでなく、心理学、社会学、人類学、さらには芸術や文学といった分野にも及んでいます。彼の提起した問い、そして彼が開発した探求の方法は、人間存在の奥深さと、私たちが世界を経験する多様なあり方を、かつてないほど鮮明に描き出すことを可能にしました。フッサール哲学は、私たちが自己と世界との関係を再考するための強力な知的ツールを提供したと言えるでしょう。フッサール現象学の精緻な理論体系は、その登場以来、哲学界における多大な関心を集める一方で、多くの批判や異論も引き起こしました。これらの批判は、現象学の根本的な方向性や方法論、そしてその結論に対するものであり、哲学の営みが常に自己批判と発展を繰り返すダイナミズムを示しています。特に、フッサールが提唱した超越論魔と現象学の意識の純粋な構造へと立ち返ろうとするそのラディカルな試みは、いくつかの重要な論点において、学問的な検討の対象となりました。その一つに、誤った自然主義への完成という批判があります。フッサールは、科学が依拠する自然な態度を一時的に停止し、意識の純粋な構造へと向かおうとしました。しかし、一部の批判者は、たとえ現象学的還元を行ったとしても、哲学者が依拠する思考そのものが、すでに何らかの形で世界との関わり、すなわち、自然な態度に根ざしているのではないか、という疑念を呈しました。つまり、純粋な意識の構造を、あたかも客観的な対象のように記述しようとする試み自体が、科学が犯しやすい、自然主義的な見方から完全に自由になれていないのではないか、という指摘です。哲学的な探求もまた、ある種の自然な思考の枠組みの中で行われている、という視点です。さらに、フッサール現象学が内向的すぎる、という批判も根強く存在しました。現象学的還元によって、意識の内部構造の探求に深く没入するあまり、外界の現実や社会的な実践、さらには具体的な歴史的状況といった、より広範な文脈とのつながりが希薄になってしまうのではないか、という懸念です。これは、現象学が超越論的な領域へと移行するにつれて、個々の哲学者自身の主観的な思索に閉ざされ、普遍的な妥当性を持つ知見へと到達することが困難になる、という批判にもつながります。あたかも、個人の内面世界に深く潜りすぎて、外界とのコミュニケーションが途絶えてしまうような状況です。このような批判は、現象学が超越論魔と単視論という哲学における古典的な難問に陥る危険性をはらんでいるという指摘にもつながりました。単視論とは、ライプニッツが唱えたそれぞれが独立した実体であり、互いに相互作用しないもなど単視から世界が構成されているという考え方です。フッサール現象学の場合、個々の超越論魔と自我がそれぞれ独立した意識の構造を持ち、他者の意識や外界との真の相互作用を説明することが困難になるのではないかという懸念が提示されました。つまり、自己の意識の構造は探求できても、他者や外界との関係性をどのように哲学的に保証するのかという問題です。このような内部からの批判、あるいはフッサール自身の後継者たちによる異論も、現象学の発展にとって重要な契機となりました。
その代表的な例が、マルティン・ハイデガーです。ハイデガーは、フッサールの弟子であり、その思想に大きな影響を受けましたが、同時に、フッサールの超越論魔と現象学に対して、根本的な意義を唱えました。ハイデガーは、フッサールが、現存在、ダーザイン、すなわち人間存在そのものを、外界から切り離された純粋な意識として捉えようとした点に問題があると考えました。ハイデガーによれば、人間存在は、単なる意識の構造に還元されるものではなく、常に世界の中に投げ込まれており、歴史的、社会的な文脈の中で共にあり、そして死に向かって開かれているという現存在分析を提示しました。彼の哲学は、フッサールの超越論魔と単視論的な傾向を克服し、人間存在の根本的なあり方を、より実践的かつ歴史的な次元で捉え直そうとするものでした。また、フッサール現象学の主観性への過度な偏重に対して、構成主義やポストモダニズムといった思想潮流からも疑問が投げかけられました。これらの思想は、知識や現実が個々の主観的な意識によって構築されるものではあるにしても、その構築プロセスは、社会的な権力関係、言語の構造、あるいは歴史的な文脈といった、より広範な要因に深く影響されていると主張します。つまり、個々の意識の純粋な働きだけでなく、それを取り巻く社会的な、文化的な力学が、私たちの経験や理解のあり方を規定している、という視点です。このような批判や、それらを乗り越えようとする後続の哲学的営みは、現象学が内包する可能性と限界を浮き彫りにしました。現象学は、私たちの経験の根源に迫るための強力な方法論を提供しましたが、その方法論をどのように適用し、どのような領域へと拡張していくのかについては、常に新たな課題が提起され続けています。例えば、定量的な研究と定性的な研究の間には、一般化の可能性や再現性、透明性といった方法論的な課題が存在します。どのような哲学的方法論も、その適用範囲や限界を理解し、それらを認識した上で、慎重に用いられる必要があります。さらに、現象学が生活世界という概念を提示したことは、その後の哲学や社会科学に大きな影響を与えましたが、この生活世界の概念自体の捉え方や、そこから導き出される知見の妥当性についても、様々な議論がありました。例えば、ある集団に固有の生活世界の経験が、他の集団に普遍的に適用できるのか、あるいは、それらの経験をどのようにして比較し、共通の理解へと到達するのか、といった問題です。このように、フッサール現象学は、その誕生以来、絶え間ない批判と対話の中で発展してきました。これらの批判は、現象学の弱点を露呈させるだけでなく、むしろ現象学が提示した問題群の重要性を浮き彫りにし、その後の思想の発展に不可欠な刺激を与えたと言えます。フッサール現象学の歩みは、哲学が単なる固定された体系ではなく、常に生きた問いと格闘し、自己を更新していくダイナミックな営みであることを示しています。エドムント・フッサール現象学の探求は、その厳密な哲学的方法論によって、意識の構造と経験の根源に迫りましたが、その影響は哲学の領域にとどまらず、現代思想の様々な潮流へと波及し、新たな知的景観を形成することに貢献しました。特に、フッサールが提示した生活世界の概念と、それを普遍的な知識の基盤として位置づけようとした試みは、後の世代の哲学者や社会科学者たちに、従来の科学的、実証主義的なアプローチでは捉えきれない、人間の経験の豊かさと複雑さを再認識させる契機となりました。フッサールがヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学で展開した現代科学の経験主義的、自然主義的偏重に対する批判は多くの思想家たちの共感を呼びました。彼らは科学が客観的な事実の解明に固執するあまり、その事実を経験し、意味づける人間という主体、そしてその主体が生きる生活世界という文脈を軽視してしまう傾向にあることを指摘しました。これは知識が単に事実の羅列ではなく、社会的なプロセスを通じて構築され、解釈されるものであるという洞察へとつながります。すべての知識は、ある特定の社会的な状況、歴史的な背景、
そして文化的な価値観の中で生み出され、意味付けられるという考え方です。この洞察は、後に批判理論として知られるようになる思想潮流とも深く響き合うものでした。批判理論家たちは、現代社会における権力構造、イデオロギー、そして社会的な不平等といった問題に光を当てるために、伝統的な社会科学の客観性や中立性という理念に疑問を呈しました。彼らは、知識は決して純粋に客観的なものではなく、常に特定の権力関係や社会的な利害と結びついていると考え、社会の現状に疑問を投げかけ、変革を目指すことを哲学の使命としました。フッサールが科学の危機を指摘したように、批判理論家たちは、社会科学が依拠する理論や方法論の隠された過程や、それが助長する社会的な構造に挑戦しました。現象学と批判理論、そしてポストモダニズムや構成主義といった他の解釈的アプローチとの関連性も現代思想の重要な特徴です。これらのアプローチはすべて知識の獲得を本質的に主観的、解釈的なプロセスとみなす点で共通しています。それらは実証主義が主張するような客観的で普遍的な真理の発見という目標に対して懐疑的な姿勢を示し、むしろ多様な視点や解釈の可能性を重視します。現象学はこれらの解釈的アプローチの知的基盤を提供し、人間の意識がどのようにして世界に意味を与えるのかという洞察を通じて、その探求の方向性を示しました。しかし、これらのアプローチもまた、それぞれ独自の課題や限界に直面しています。例えば、構成主義やポストモダニズムの一部では、交差性、インターセクショナリティという概念が提起されました。これは、人種、ジェンダー、階級といった複数の社会的アイデンティティが、どのように相互に影響し合い、個人の経験を形作るのかを理解しようとするものです。しかし、この交差性の概念自体も性的すぎるとみなされたり、主体性を見落とすリスクがあると懸念されたり、また、すべての集団に適用されるわけではない、といった批判も存在します。経験的な研究においても、物語的な記述に注意を払わない、といった指摘もありました。さらに、現象学の分野内にも、その方法論や結論に対する内的な批判が存在しました。例えば、前述したハイデガーのように、フッサールとは異なる側面で意見を異にする哲学者たちは、現象学の概念を独自の視点から再解釈し、新たな哲学の地平を切り開きました。彼らは、フッサールが重視した純粋な意識の構造だけでなく、人間存在の根源的なあり方、すなわち、世界との関わり、歴史性、そして有限性といった側面にも焦点を当てました。これらの多様な思想潮流は、互いに影響を与え合い、現代における知識、社会、そして人間の経験の本質を理解するための、より豊かで多層的な視点を提供しています。フッサール現象学は、この知的営みにおいて、その出発点の一つとして、また、その後の思想の発展に不可欠な刺激として、重要な役割を果たしたと言えるでしょう。その思想は、私たちが世界をどのように経験し、理解するのかという根本的な問いに対して、終わりのない探求を促す、普遍的な意義を持っています。フッサール現象学が提起した生活世界の概念は、科学的知識の基盤を問い直し、人間経験の根源的な豊かさを再発見させるものでした。これは、現代社会が直面する多くの問題、例えば、科学技術の進展と倫理の問題、あるいはグローバル化と文化的多様性の問題などに対して、新たな視点を提供する可能性を秘めています。科学や技術が人間が生きる生活世界から乖離することなく、むしろその生活世界を豊かにするために貢献するという理想を実現するためには、現象学的な洞察が不可欠となるでしょう。また、フッサールが探求した意識の意図性は、人間の主体性がどのようにして世界を意味づけるのかを解明する鍵となります。これは、認知科学や人工知能といった分野の研究者にとっても、人間の知性や意識のメカニズムを理解するための重要な示唆を与えています。単に情報を処理するだけでなく、意味を生成し、世界との関わりの中で自己を形成していく人間の意識のあり方を、より深く理解するための糸口となるのです。フッサール現象学は、
その複雑さと抽象性から、一般の人々にとっては敷居の高い思想とみなされるかもしれません。しかし、その根底にある問い、すなわち、私たちはどのようにして世界を経験し、理解しているのか、という問いは、私たち一人一人にとって、極めて身近で、そして重要な問いです。フッサール現象学への理解を深めることは、私たちが自己と他者、そして世界との関係を、より豊かに、そしてより深く理解するための、貴重な知的財産となるでしょう。それは、単に学術的な探求にとどまらず、私たち自身の生き方や、社会との関わり方を再考するための強力な知的触媒となるのです。